来週どこ行く？スキルピックウィークの全フィールド解説。ジャスパルと申します。毎週怒涛の新情報祭りということで、ラティアスリサーチ本番の詳細も発表されまして、だいぶわけわからなくなりまして、ちょっと動画の投稿遅くなってしまったんですけれども、今週もやってまいりましょう。来週どこ行く？来週はポケモンピックアップウィークスキルボリューム1ということで、ざっくりおさらいをしてから全フィールド解説やっていきたいと思います。ラティアスリサーチの詳細も受けて、注目のポケモンや意識しておきたいことをまとめていきます。ラティアスリサーチについてはこちらの動画をご覧ください。しっかりと準備してまいりましょう。それでは参ります。ということで、全フィールド解説の前に、まずは来週何があるのかざっくり確認しておきたいと思います。来週はポケモンピックアップウィークスキルボリューム1とミュウのミラクルスナップミッションがございます。ご褒美スタンプ2倍はエコの観点からなのか、昨年よりも期間が短くなりまして惜しまれつつも今週で終了となります。私は一昨日スタンプをもらい損ねました。またグッドスリープデーやニュームーンデーとの期間中の重複はございません。そしてスキルピックウィークはポケモンが強化されるボーナスは一切なしとなっておりまして、1日1回チャンス1匹確定と睡眠タイプのごちゃ混ぜ、ミニアメブースト、そしてピックアップは新登場のオンバットたちが中ピックアップで、それ以外は一部の特殊なポケモンたちを除いた得意なものスキルの未進化のポケモンたちが全員小ピックアップになっています。ミラクルスナップは引き続きミラクルスナップ下寝顔のリサーチ EXP1.25 倍、夢のかけらプラス1000、雨 1.25 倍で、その日のリサーチで最も眠気パワーの大きいポケモンは確定でミラクルスナップするはずですね。先日ダークライも一番眠気パワーが大きかったんですが、ミラクルスナップしたので、特別ピックアップだろうとお香で呼び出したポケモンだろうと、眠気パワーが最も大きいポケモンが確定でミラクルスナップするものと思われます。おそらくまたね、オンバットたちの追加とともにフライゴンやボーマンダが最終枠入りするのかどうかっていうのもちょっと注目したいポイントだなと思っています。ってことで来週はチャンス1匹確定を生かしてスキルのポケモンもゲットするし、ミニアメブーストも生かしてラティアスリサーチへの準備をしようっていう感じになるのかなと思います。キャンペーンの詳細はこちらの動画をご覧ください。ってことで、そんなスキルピックウィークの各フィールドの注目ポイントや注目ポケモンまとめていきたいと思います。全フィールド解説やっていきましょう。例によって若草本島から参ります。タイムスタンプもつけておきますのでご活用ください。それではまずは若草本島。若草の注目ポイントは、オンバットたちが出現する。ラティアスリサーチの開催フィールドになっているので、フィールドボーナスを上げておく価値が高くなった。木の実ガチャがある。特定のポケモンを狙うのは難しいあたりが挙げられるかなと思います。なおピックアップで出現しないポケモンはヤミラミ、ラルトス、石住まいとなっています。ってことで、初心者の方におすすめできそうなポケモンで、ラティアスリサーチの即戦力という風に考えると、エナジーチャージが使えるメリープ、ウソハチ、コダックぐらいかもしれないなと思いました。あとキモリとかでしょうかね。今のタイミングでラティアスリサーチに向けてって考えると、即戦力で活躍できるのはマジでそのあたりがメインになる可能性があります。ラティアスリサーチのことを考慮しないのであれば、パモさんとかツボツボとかデデンネとか強力なポケモンたちもたくさん出てくる若草なんですけど、パモはパーモットに進化するために150時間の睡眠が必要なので、今からだともう大インチキしないと全然間に合わないんですよね。同じ理由でエーフィーも厳しかったりします。キモリはね、イベントでラピスに行く場合はかなり強力な選択肢になってくるので、オンバットとキモリを両立できるフィールドという点では若草見どころがあるんですが、そもそもピックアップが多すぎてオンバット以外に特定のポケモンを狙うというのには向いていないだろうなと思うので、キモリ狙いをするのであればラピスでフィールドボーナスを上げつつってした方が堅実なんじゃないかなとは思います。ってことで、ラティアスリサーチの即戦力という観点ではメリープ、ウソハチ、コダックぐらいかもしれませんね。他にね、何か思いついたポケモンいたらぜひコメントで教えていただけたらと思います。能力的にはメリープ、電流が1周目からスキルレベル5で活躍してくれて安定感もありそうなんですけど、ウソッキー、ゴルダックもイベント2周目にはスキルレベル7マックスで活躍できるので、はちゃめちゃやってくれる可能性はありそうですね。
そんな感じでラティアスリサーチに向けての即戦力を探している場合はチャンスがついたらそのあたりのポケモンを一つまみしてみるのもご検討ください。でオンバットたちが活躍できるかどうかはマジでスキル次第だろうなと思うので、能力は明日速報でお伝えしたいなと思います。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。そんなオンバットを探しつつラティアスリサーチのためにフィールドボーナスを上げておけると良さそうな若草本島でした。お次、シアンの砂浜。シアンの注目ポイントはオンバットたちが出現しない、ラティアスリサーチの開催フィールドではない、ラティアスリサーチの即戦力はゲットしやすいあたりが挙げられるかなと思います。シアンはラティアスリサーチの開催フィールドには入らなかったため、イベントに向けてフィールドボーナス上げをするっていう理由はなくなってしまったかなと思います。シアンはね、若草で先ほど挙げた即戦力のポケモンたちコダック、ウソハチ、キモリあたりが出現するので、彼らをピンポイントで狙いに行きたい場合は有力な選択肢となるかもしれません。残念ながらメリープはいないんですけどね。若草のフィールドボーナスが十分に上がっているようであればシアンで即戦力探しをするというのも面白いかもしれませんね。でオンバットたちは出てこないので、より即戦力探しの尖った選択肢としてシアンのスキルのポケモン以外を探す選択肢として検討してみてください。そんなシアンの砂浜でした。お次、トープ洞窟。トープの注目ポイントはオンバットたちが出現する、ラティアスリサーチの開催フィールドではない、夢のかけらゲットのポケモンが多く出現するあたりが挙げられるかなと思います。残念ながらトープもラティアスリサーチの対象フィールドには含まれませんでした。オンバットは出てきてくれるんですけどね。ってわけでトープにはオンバットたちが出現することとヤミラミ、ゴクリン、リオルあたりの夢のかけらゲット S のポケモンが多く出現するので、彼らを探す選択肢として優秀そうです。即戦力探しっていう感じではないかもしれませんね。エナジーが稼げそうな方はツボツボ探しをしたりだとか、もしかするとオンバット追加のタイミングでぐっすりのフライゴンが最終枠入りする可能性もあろうかとは思っているので、トープぐっすりの最終枠でフライゴンを狙ってミラクルスナップで飴を集めるとかもできるかもしれませんね。それもね、3億4億眠気パワーぐらいは稼がないと難しいでしょうし、そもそもフライゴンが最終枠入りしないかもしれないので、これをメインで考えるっていうのはさすがに危ないかなとは思います。そんなわけでオンバットと夢のかけらゲット探しに有効なトープ洞窟でした。お次、卯の花雪原。卯の花の注目ポイントはオンバットたちが出現しない、ラティアスリサーチの開催フィールドではない、初心者のパモ狙いに有効あたりが挙げられるかなと思います。個人的な卯の花の注目ポケモンはパモさんになりますかね。あとはね、ダークライ使いの方は闇カラスだったりニューラなんかも気になるところでしょうか。パモさんはね、ラティアスリサーチには進化が間に合わないものの、元気オールヒーラーとしてはシンプルに最上位の実力を持つポケモンなので、まだヒーラーがいない初心者の方でパモ推しの方は卯の花もありじゃないかなとは思います。一応ね、即戦力になりそうなコダック、メリープなんかも探せるんですが、ラピスを解放できている場合はヒーラーとしても即戦力にできるラルトスを含むラピスが相当優秀なので、先にそちらからご検討いただくといいかもしれません。そんなイベントはあまり気にせず厳選しに行きたい卯の花雪原でした。お次、ラピスラズリコハン。ラピスはラティアスリサーチにおける本命フィールドの一つかと思います。ラピスの注目ポイントはオンバットたちが出現しない、ラティアスリサーチの開催フィールドなのでフィールドボーナスを上げる価値が高い、ラルトス、デデンネ、キモリなど即戦力にもなれるポケモンを探せるあたりが挙げられるかなと思います。オンバットたちこそ出てこないんですが、ラティアスリサーチに向けてはかなり魅力的な選択肢だと思います。イベント本番でラピスに行くのであればシンプルにフィールドボーナスを上げておくというのも重要ですし、厳選面でもパモさんとは違ってレベルを上げるだけで進化できて元気オールヒーラー最強のラルトス、なんならイベント的にはエルレイドもなかなか活躍できそうだななんて思います。お手伝いサポートは通常のお手伝いではないので、食材プラス1個とか木の実プラス1個は乗らないのでね、そこだけはちょっと注意が必要なんですけれども、あと現環境だと若干リンゴも使いにくい可能性はあるでしょうかね。これはサーナイトにも言えることなんですけど、
またデデンネもチャンス確定がつけばワンチャン捕まえやすく、ゲットすればメインスキルの種なしでもイベント2周目ではスキルレベル6マックスで編成できるので即戦力として採用することも可能で、キモリもラピス担当のスキル得意としては最もエナジーが稼げる類のポケモンとなっていますし、直近のキャンペーンなどで飴も溜まっていることが多いだろうということで育成もしやすい部類と、本当にフィールド的にもポケモン的にもかなり隙のない布陣だろうなと思います。マジでね、オンバットが出てこないことだけが悔やまれるんですが、ラティアスリサーチを見据えた選択肢としては現実的にめちゃくちゃ優秀かと思いますので、かなりおすすめできるかなと思います。そんなオンバットが出てこないこと以外はかなり完璧なラピスラズリコハンでした。お次、ゴールド級発電所。ゴールドの注目ポイントはオンバットたちが出現しない、ラティアスリサーチの開催フィールドではない、テクニカルなスキルのポケモンが多く出現するあたりが挙げられるかなと思います。ゴールドはラティアスリサーチのフィールドには選ばれていませんし、オンバットたちも出現しないんですが、かなりねピンポイントで活躍できる強力なスキルのポケモンが多く出現するっていう印象なので、ゴールドまで来ているリサーチャーであれば誰かしらうまいこと活かすことができるんじゃないだろうかとは思います。それこそね、これまでに名前を挙げたメリープ、キモリ、デデンネ、パモさんだったり、プラスル、マイナン、エレズンなんかも即戦力としてかなりね面白い働きをしてもらえそうです。個人的にはね、いいキャンプチケットなしでラティアスリサーチに挑みますので、鍋拡張のポケモンっていてくれればいてくれるだけ助かるなーと思っているので、コイル、マイナン、エレズン、イーブイとそういった選択肢が豊富なのが嬉しいなというところではありますね。ラティアスリサーチではスキルのポケモンの食材もプラス1個されるのが本当に地味ながら嬉しくて、例えばコイルのオイルはグラタンに使えたり、ハーブはワカモレに使えたり、マイナンの蜜はワッフルに使えたり、エレズンのミルクはグラタンに使えたりもするので、本当にね噛み合えばシンプルに強そうなので、目的の料理ジャンルがある場合なんかは相性の良さそうなポケモンを探してみてください。とはいえオンバットも出てこず、ラティアスリサーチの開催フィールドでもないということで、かなり玄人好みな選択肢という感じのゴールド級発電所でした。お次、アンバー渓谷。アンバーの注目ポイントはオンバットたちが出現する、ラティアスリサーチの開催フィールドなのでフィールドボーナスを上げる価値が高い、唯一石住まいが出現するあたりが挙げられるかと思います。超個人的にラティアスリサーチでの石住まい、イワパレスを非常に高く評価しているところがありまして、イワパレスってスキルのポケモンとしては最も食材の能力が高い一匹となるので、食材プラス1個の恩恵がかなり大きいと思うんですよね。アボカドプラス1個がエナジー的にも大きいですしね。なのでもし AA イワパレスなんかを採用できた場合ってサブスキル次第にはなるんですけど、本当に1周目の時点からレベル 30AA 食 M フライゴンぐらいのアボカドの数であれば追い抜けるくらいの能力になってたりとかするみたいなので、アボカド担当の即戦力としてはかなり信頼できるんじゃないかなと思ってます。そしてラティアスリサーチ自体が2週連続のイベントとなるので、2週間分食材のやりくりをしなければいけないってところで、イワパレスが入ってくれるだけで継戦能力が格段に上がりそうだなぁと思ってます。まあね、これはエアプの意見になるので、もしね普段からイワパレスとフライゴンを例えば併用されてるよみたいな方いたらね、どんな感じかコメント頂戴できたらなと思います。ってことで、イベントでアボカド関連レシピを作る場合かなりの戦力になってくれそうな石住まいと、条件次第では活躍できそうなプラスル、マイナン、エレズン、そしてシンプルにオンバットたちも出現してくれるってことで、ラティアスリサーチのためのフィールドボーナス上げとしても優秀なんですが、石住まいとオンバットのために選んでもいいかなと思わせてくれるフィールドではあるので、足りないピースが埋まりそうであればぜひ検討してみてください。そんな食材系スキルのポケモンを探すのに優秀そうなアンバー渓谷でした。最後、若草 EX の注目ポイントはオンバットたちが出現する、ラティアスリサーチの開催フィールドなのでフィールドボーナスを上げる価値が高い、木の実ガチャがある、他のフィールドよりはオンバットの出現期待値は低めかもあたりが挙げられるかなと思います。 EX も基本的にはフィールドボーナス上げとオンバット狙いが中心になるかなと思ってます。
スキルピックウィークだとポケモンを強化するボーナスは一切ないので、 EX のボーナスはシンプルに木の実、食材、スキル、ランダムで3分の1ずつになるんじゃないかなと思います。で、オンバットに関しても唯一の中ピックアップなので、それなりには出現するだろうなと思うんですが、 EX って他のフィールドよりもネガを一つ一つの眠気パワー消費量が多いので、すぐに絶食枠に到達しやすくて、他のフィールドよりはオンバットの出現期待値は低くなるものと考えます、おそらく。アブリ以降ね、やたらピックアップも効いている感覚はあるんですけど、そんなタイミングでもコメントとかではやはりね EX の出現数って若干少なそうには感じましたね。皆さんいかがでしたでしょうか。またツボツボだったりプラスルマイナンみたいな無進化のポケモンを狙う際は、かなり眠気パワーが稼げる人でないと結構厳しいのかなとも思うので、 EX はそこも念頭に置いておくといいのかなと思います。そもそもねポケモンの種類多すぎ侍なので、狙えるかと言われるとかなり怪しいだろうなとは思うんですけれども、そこはちょっとだけ覚悟してください。そして EX チケットに関しては、まだね今月の分の EX チケットを使っていなければ、来週行ったとしても来月フルフルで EX チケットガチャできる分のチケットが残るかと思うので、使ってもそこまで問題ないかなとは思います。プレパスに入っていればプラス1枚の余裕がありはしますね。ってことで、シンプルにオンバットを探しつつフィールドボーナスを上げる選択肢として検討してみてください。若草 EX でした。といった全フィールド解説でした。いかがでしたでしょうか。まとめとしては、始めたての方でラティアスリサーチの即戦力を探すのであれば、エナジーチャージ系のポケモンがおすすめできそうです。ポケモンたちの平均レベルがそんなに高くないよという場合は検討してみてください。他にもラピスに行く予定であれば、特にキモリ、ラルトスあたりも力を貸してくれるだろうなと思います。イベント2周目の木の実プラス1個が樹海院は特にめちゃくちゃ強いんですよね。またラピス以外のフィールドはスキルのポケモンのみでエナジーを稼いでいくっていうのはかなり大変なんじゃないかなと思うので、料理系、食材系のスキルのポケモンが力を貸してくれることと思います。特に食材プラス1個はイベント1周目から機能しているので、作りたい料理と噛み合いの良さそうなポケモンがゲットできると即戦力として期待できるかもしれませんね。で、ラティアスリサーチは2週連続のイベントとなるので、今まさにカケラウィークとスキルピックウィークがね、2週連続のいい前哨戦となってるんじゃないかなと思います。このね、2週連続のキャンペーンで足りなくなった食材は何かとか、どんな料理ジャンルを狙うと良さそうかみたいなところもなんとなく見えてくるところがあるかなとも思うので、最後にね、チューンナップできるタイミングとしてうまいこと活用できたらベターなのかなと思いますね。なお、ピックアップ以外のポケモンを狙うのは、各フィールドかなりの量のピックアップのポケモンがあるので、なかなか厳しいんじゃないかなと思います。あくまでサブ狙いというか、出てきてくれたらラッキーくらいに思っておくと、心穏やかにリサーチできるかなと思います。ってことで、パル的におすすめのポケモンは、初心者にはラティアスリサーチの即戦力としてエナジーチャージ組。で、ラティアスリサーチでラピスに行かれる方にはキモリ、ヒーラーがいない方にはラルトス、アボカドやオイル担当としての石住まいで、私自身は鍋拡張のポケモンも狙ってくぞっていう感じなんですけれども、ぜひね、このポケモンもおすすめですよとか、私はこのポケモン狙いますなどなど、皆さんのおすすめや狙いのポケモンもコメントで教えていただけますと幸いです。そんなポケモンピックアップウィークスキルの全フィールド解説でした。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと動画制作の励みとなります。ちょっとね、今週も遅くなって申し訳ございませんでした。来週もね、ミニアメブーストあるので、誰を育てるのかまた考えなきゃですよね。たくさん考察していきましょう。それでは、オンバットって何のスキルで来るでしょうかね。本当にね、スキルもさることながら食材がめちゃくちゃ気になってるんですよね。本当にね、ドラゴンタイプって木の実エナジーが高い分鈍足寄りで、食材のエナジーと食材確率が高くなりがちな傾向があると思ってるんですけど、オンバーンね、原作だとボーマンダより素早さが高いポケモンなので、樹海院みたいな超極端な食材確率の低さとかにしてくる可能性もあるだろうなと思っているので、スキルも食材もめちゃくちゃ注目ですね。ひとまず明日ステータスが判明するのが楽しみです。
ってことで2週連続のキャンペーン楽しんでいきましょう。来週も元気にいってらっしゃい。またね、バイバイ。ミニアメブーストもお忘れなく。